皆さんこんにちは、アンリです。今日は AI が画面の中からついに私たちの家や工場に降りてきたという話。メタが新興のアシュワードロボットインテリジェンスを電撃買収。フィギュアが1時間1台のヒューマノイド量産ペース。1X がネオの量産工場を稼働。そして AI 企業のロボ進出は逃げという日本国内の論争を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。2026年5月1日、物理 AI の戦争が新しい局面に入りました。これまで AI といえばチャット GPT やクロードのような会話 AI というイメージが強かった世界に、メタが正式にヒューマノイドロボットの自社プラットフォーム化に参戦したのです。フィギュアは製造ラインを24倍に拡大し、1時間に1台の家庭用ロボットを作るペースに到達しました。1X はカリフォルニアで巨大な量産工場を稼働させ、年間1万台体制に入っています。同時に日本では AI で負けた企業がロボに逃げているだけだという痛烈な批判も飛び出し、フィジカル AI 論争が一気に過熱しています。今日扱うのは4月30日から5月1日にかけて起きた4つの動きです。1つ目はメタのアシュアードロボットインテリジェンス買収完了。2つ目はフィギュア03の量産ペース1時間1台到達。3つ目は 1X のヘイワード量産工場稼働。4つ目は深津貴之氏による AI 企業のロボット進出は敗者の選択という戦略警告です。海外で物理 AI プラットフォーム戦争が始まり、日本ではその是非をめぐる議論が起きている。その全体像を順番に整理します。それではなぜ今この4つが同時に動いたのか、私たちの仕事や生活にどう関わるのかを丁寧に見ていきましょう。まず1つ目、メタが5月1日にアシュアードロボットインテリジェンスの買収をクローズしたニュースです。ブルームバーグとテックメディア各社の報道によれば、メタはヒューマノイド向け AI モデルを開発するアシュアードロボットインテリジェンスを買収し、共同創業者のレレル・ピント氏とシャオロン・ワン氏がチームごとメタスーパーインテリジェンスラボに合流しました。レレル・ピント氏は元ファウナーロボティクス、シャオロン・ワン氏は元 NVIDIA のリサーチャーで、ロボット学習の研究者として知られる人物です。買収額は非公開です。特に重要なのがメタの戦略です。メタは自社でヒューマノイドのハードウェアとソフトウェアを開発しつつ、外部のメーカーにもセンサーやソフトウェアを開放するつもりだと報じられています。スマホの世界で例えるなら、アップルが iPhone を作りつつ Android が他社に OS を配って業界全体の標準を取りに行ったのと同じ構図です。メタはヒューマノイドの Android プラスクアルコムを狙っているのです。これが意味するのは、これまでテスラオプティマスが先頭を走り、フィギュアが追随するという二強構図だったヒューマノイド業界に、メタという第三のプラットフォーム勢が正面から参戦したということです。Apple Intelligence、Google Gemini Robotics と並ぶ第二の競争軸が一気に立ち上がってきました。次に2つ目、フィギュアが製造を1時間1台ペースに引き上げたニュースです。フィギュア AI のブレッド・アドコック CEO は4月30日、フィギュア03の製造を24倍にスケールアップし、1時間に1台のペースで生産できるようになったと表明しました。これは週5 15体の製造ペースに相当します。しかもこれらは遠隔操作、いわゆるテレオペで動かしているのではなく、完全自立で実用タスクをこなしているとアドコック氏は強調しています。わかりやすく言えば、これまで研究室で1台ずつ手作りされていたヒューマノイドがついに工場でラインに並んで作られる量産品になったということです。1時間1台というのは自動車工業に近い感覚で、家庭用ロボットがコモディティ化する直前の数字と言えます。そして3つ目、1X のカリフォルニア量産工場稼働です。1X テクノロジーズは5月1日、カリフォルニア州ヘイワードにヒューマノイドネオの量産工場を稼働させました。広さはおよそ5万8000平方フィート、
日本の感覚でいうと約5400平方メートル、サッカー場一面弱の規模です。注目すべきは垂直統合の徹底ぶりで、モーター、バッテリー、ロボットの剣にあたるテンドン、そしてハンドまで全て自社内製です。1X のロードマップは野心的で、2026年に1万台、2027年末に10万台規模を目指すとされています。ネオには OpenAI が出資した世界モデルが搭載されており、家庭の中で食器を片付けたり洗濯物を畳んだりという日常タスクをこなすことを狙っています。メタの Android 戦略、フィギュアの量産ペース、1X の垂直統合、この3社が同時に動くことで、家庭用ヒューマノイドのスケール製造段階入りが2016年に確定したと言えます。4つ目はその裏側で起きた論争です。日本の AI 論壇で知られる深津貴之氏が5月1日、X 旧 Twitter で AI で競争に勝てない企業がロボットに注力するのは OS 競争に負けた PC メーカーがハードに逃げたのと同じだと論じる投稿を公開しました。 AI が基盤レイヤー、つまり OS であり、ロボットはその下位レイヤーに過ぎない。市場価値は今後も AI 基盤やアプリ層に流れ続けるというのが深津氏の主張です。この投稿は数千リアクションでバズり、トヨタや日立などフィジカル AI に巨額投資する国内企業に対する暗黙の対立軸として読まれています。日本ではちょうど5月20日に日立が日立フィジカル AI デイを開催する予定で、富士通もフィジカル AI ソフト基盤を2026年度に公開すると発表しています。トヨタもウーブンシティと掛け算で物理 AI に本気です。深津氏の警告は、日本企業が世界と同じ方向に走っているのか、それとも逃げの選択をしているのかを問うものです。ここで補足として5月1日前後の関連動向もいくつか押さえておきます。スタンフォード大学の HAI が発表した AI インデックス2026によれば、コンピューター操作タスクの AI エージェント成功率は1年で 12% から 66% へ大躍進しました。 OS ワールド、タウベンチ、SWE ベンチ、ベリファイドといった主要ベンチマークが揃って 50% を突破しています。会話 AI だけでなくエージェントが実用ラインを超えた瞬間に物理ロボもスケール量産フェーズに入ったというのが2016年5月の現実です。ザッカーバーグ氏の研究機関バイオハブは4月30日に AI 生物学に5億ドルの投資を発表し、メイヨークリニックの AI が膵臓がんを従来手法より3年早く検出できる成果を公表しました。さらにディープマインド系のアイソモーフィックラボはアルファフォールド3で設計した化合物を人体臨床試験に投入する段階に入っています。 AI が何かを動かす世界がロボット、医療、創薬と複数領域で同時に立ち上がっているのが2026年春です。ここまでをまとめると、5月1日は物理 AI 戦争第2幕が幕を開けた日と言えます。メタがプラットフォーム参戦、フィギュアが量産ペース確立、1X が工場稼働、そして日本ではその戦略をめぐる論争、AI がインターネットの中だけのものではなくなり、私たちの家や工場、病院に降りてくる準備が2026年に一気に整いました。それでは私たち視聴者が今日からできるアクション3つを挙げます。1つ目はヒューマノイド量産フェーズの動きを毎週ウォッチすることです。フィギュア、1X、テスラ、オプティマス、メタの4社の量産ペースは今後5年の家庭用ロボット価格を決める指標になります。各社の四半期発表をフォローしておくと、家電量販店にロボが並ぶタイミングがおおよそ見えてきます。2つ目はロボットを大型家電として家計に組み込む準備を考えてみることです。1X のネオが2027年に10万大規模で出ると価格は本格的に下がってきます。冷蔵庫や洗濯機を買い替える時の選択肢にいずれヒューマノイドが入ってくるという心構えを持っておきましょう。
3つ目は深津氏の警告を踏まえて自分の業界が OS レイヤーかハードレイヤーかを意識することです。 AI が基盤になっていく中で自社の事業がどちらに位置するかで戦略の方向性が大きく変わります。 AI の上に乗るアプリを作るのか AI に使われるハードに回るのかは今こそ問い直すタイミングです。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で